はようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはシフォンケーキです。基本を押さえてしっかりと美味しいシフォンケーキを焼いていきましょう。きめ細やかでしっとりふわふわな生地が完成しました。まずは卵黄と卵白を分けていきます。では卵白に油分や卵黄が入らないように十分注意してください。きれいな道具を使ってくださいね。卵黄に砂糖を加えて泡立てていきます。ダマになりやすいので最初は手でよく混ぜて、混ざったらハンドミキサーでふわふわに泡立てていきましょう。ここでちょっとめんどくさがって泡立てなかったりすると、後で油とかを入れていくんですが、それがよく混ざらずに綺麗な形に仕上がらないので気をつけてください。で、よく混ぜたものを白くなるまで泡立てていきます。量が少ないのでやりづらいかもしれないんですけど、しっかり白くなるまでですね。ハンドミキサーの高速で泡立てていきます。こんな感じで真っ白に仕上がりました。結構ふわっとしていますね。今回は作りやすいように卵白の方にちょっと多めに砂糖を入れてるので、ここでちょっともったりするまでは泡立たないんですけど、こんな感じにふわっとしています。ここに油を加えてよく混ぜていきます。ここで泡立ってないと油が全然混ざりにくいので気をつけていきましょう。よく混ぜておいてください。そして水も2回に分けて加えていきます。ここら辺はしっかり混ざれば OK っていうような感じですね。よく混ぜたらふるった粉を入れていきましょう。ここでまたダマがなくなるまでよく混ぜてください。ちょっとね、とろーっとしたグルテンが出たような状態になるんですけど、そこまで混ぜて OK です。ふわふわ泡立てるものとかっていうのは、あんまり混ぜないように、グルテンが出ないようにみたいな感じで言われることが多いと思うんですが、シフォンケーキの場合はしっかりと弾力がある生地に仕上げたいので、全然混ぜちゃって大丈夫です。よく混ぜてとろーっとダマがない状態まで仕上げていきます。ゴムベラで混ぜ残りをチェックしていきましょう。底とか周りとかにもね、しっかり油とか粉とかそういったダマがないように仕上げていきます。こんな感じでツヤがあってとろーっとした生地に仕上がりました。ここでオーブンの予熱を始めて卵白を泡立てていきましょう。卵白には砂糖を3回に分けて加えていきます。最初はもうちょろっとほぐしたところで加えていって、あと2回は少しふわっと泡立ってからですね。ただ、メレンゲをカチカチにしっかり固くまで泡立てていかないので、少し早めに入れていってください。こんな感じでちょっとふわっとしてきたらもう2回目、3回目と入れてしまって OK です。そんなに砂糖をいっぱい入れるわけじゃないので、目が詰まってしまうっていう心配もないですね。3回に分けて加えて、ちょっとお辞儀するぐらいの角が立つような感じまで泡立てていきます。泡立ってき始めたら、しっかり全体を混ぜるように気をつけてください。こんな感じですね。ちょっとお辞儀するような感じで、柔らかめの角が立つように仕上げていきます。しっかりツヤもある状態ですね。こうなったら、泡立て器に持ち替えて仕上げをしていきましょう。結構ハンドミキサーで泡立てると均一に泡立たなかったりとか、あとちょっと待つだけでもザラザラしてしまうので、しっかりここで泡立て器でよーく全体を混ぜて均一にしていきます。ぐるぐる混ぜていくような感じですね。全体を均一にきめも整えていきます。これができたら先ほどの卵黄と混ぜていきましょう。ここから合わせの部分がとても大事なのでしっかり見ていてください。泡立て器の1すくい半ぐらいですね。だいたい4分の1から3分の1ぐらいのメレンゲをこちらに加えて卵黄を伸ばしていきます。これは最初はちょっとメレンゲが潰れちゃってもいいのでぐるぐるっと混ぜていってください。卵黄がちょっと固めでメレンゲと合わせるときにメレンゲが潰れてしまうんですね。なのでここで伸ばすっていう作業をしていきます。時々ぐるぐるっと混ぜたり下から返すようにして混ぜていきます。で混ざったら先ほどのメレンゲに加えていくような感じですね。
でメレンゲちょっと待たせるだけでダマになったりするので、一度ひと混ぜしてからそこに手早く混ぜていきます。ここでちょっと払うのに時間がかかっちゃう方は、もう気にしなくていいので、後できれいに払えばいいので、さささっととりあえず入れて、さささっと泡立て器で混ぜるっていうのをしていってください。下からすくい上げるっていうのを5回ぐらいですね。ここで混ぜすぎないように注意していきましょう。ではメレンゲがぼちぼちっと塊になるのを防ぐような感じです。卵黄の生地を入れてすぐに混ぜて、全体がメレンゲのダマがないような状態にしていくことで、メレンゲが混ざりやすくなっていきます。ここでちょっと落ち着いて卵黄の生地を払っていけば OK ですね。そしたらここからはゴムベラでよく混ぜていきます。周りのメレンゲも払って、下からすくい上げるような感じで、ツヤが出るまで混ぜていきましょう。さっき泡立て器で全体を軽く混ぜたので、メレンゲが散らばって混ざりやすくなっていますね。でメレンゲにも結構砂糖をたくさん加えているので、こんな感じでしっかり混ぜても、ツヤがあって美味しい生地の状態になっていきます。こんな感じでツヤがあってふわっとした生地に仕上がっていきます。こうするとしっかりと膨らむシフォンケーキの生地になります。ここね、あんまりダラダラになるまで混ぜすぎないように気をつけていってください。でちょっと混ぜなすぎると溢れてしまったりするので、それもちょっと気をつけてください。こんな感じで少し経つと線が消えていくような感じですね。型に流していきましょう。ちょっとボールが重いんで入れづらいんですけど、こう真ん中の筒に当たらないように生地を入れていきます。全体に均一になるように入れていってください。で最後、ボウルにくっついてる生地はちょっと死んでる生地になっていくので、こう全体に入れるような感じで、竹串でよく混ぜて、ちょっと均一にしていきます。この死んだ生地が一箇所に固まってたりすると、そこがうまく膨らまなくって割れ方が不均一になったりするので、こう全体に竹串で混ぜていくようにしてください。よく混ぜたら、型をゆすって生地を平らにしていきましょう。この真ん中の筒も必ず押さえて横にガーッと振っていくことで生地が均一になっていきます。そして一度だけバンと叩いてオーブンで焼いていきます。あんまりこの生地を鳴らすのとか叩くのとかをいっぱいやってしまうと後で大きな気泡ができてしまうので気をつけてください。むくむく膨らんでいきますね。170度から180度のオーブンで30分から40分焼いていきます。こんな感じでしっかり割れて美味しそうな仕上がりになりました。熱いうちにこのようにひっくり返して冷ましておきましょう。こんな感じでしっかりと冷えたら冷蔵庫で1時間以上は冷やしておきましょう。冷蔵庫でしっかりと冷やすことで後で型が抜きやすくなります。では、ここで型抜きをしていきましょう。まずはこの真ん中の筒のところですね。ここをしっかりと押して外していきます。で今回はタワテラ式っていうちょっと前に流行ったやつですね。それをやっていきます。型よりも高い高さの缶などの上に置いて、一気に下に型をざっと引き下げていきます。でこれ迷ってしまうと失敗してしまうので十分注意してください。一気にバンと引き下げていくとこんな感じで側面が綺麗に仕上がっていきます。もうめちゃめちゃいっぱい失敗した動画が残っているのでエンディングのところぜひ見てみてください。下の部分はカードを使って外していきましょう。カードを底の部分にしっかりと押し付けながらシフォンケーキの方をこう回していくような感じですね。切り取るような感じにしていくと綺麗に仕上がります。これでお皿の上などに乗せていきましょう。次回はシフォンケーキのナッペの動画も作っていきますね。さっき押したので真ん中の部分もしっかり外れるようになっています。無理くり剥がさないようにですね、ちょっと違和感があったら様子を見ながら外していってください。こんな感じでふわふわしっとりなシフォンケーキも綺麗に型から抜くことができました。最後までご覧いただきありがとうございました。こんな感じでシフォンケーキふわふわしっとりですね。見てください、この感じ。生クリームなしでもとっても美味しいふわふわしっとりな生地に仕上がりました。
最後ですね、ちょっと型外し失敗したのでこんな感じになってます。実は5台ぐらい作って4台は失敗しました。こう勢いがしっかりつけられなかったっていうことと、中心しっかり外してから型を取らなきゃいけないっていうところですね。ここがしっかりポイントなので、守ってやってみてください。結構勇気がいる作業ですよね。失敗するとこんな感じで側面がモニョモニョとなってしまいます。